ねえねえマリサ。なんだレイム。ポール・ギルバートって知ってる？ああ、技術的な、早弾きと多彩な音楽スタイルで有名なギタリストのことだな。それでは、今日は、ポール・ギルバートについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ポール・ギルバートって、どうやってプロとしてのキャリアをスタートさせたの？ポールはペンシルベニア州のグリーンズバーグ出身で、6歳から音楽を始めたんだ。15歳には地元のクラブでバンド、タウ、ゼロと一緒に演奏していて、ギター雑誌に紹介されるほどだったぜ。すごいわね、ヤングギターヒーローって感じね。シュラプネルレコードにどうやって関わったの？1981年にポールはシュラプネルレコードの創設者マイク・バーニーに連絡を取って、オジー・オズボーンのギタリストに推薦してもらおうとしたんだ。でもバーニーは、当時ポールがまだ15歳だったから、オズボーンがそんな若いギタリストを必要としているとは思わなかったんだ。それじゃ、最初はうまくいかなかったのね。どうしてバーニーの考えが変わったの？それはポールのデモテープを聞いたからだぜ。彼の演奏に驚いて、バーニーはすぐにポールの才能を認めたんだ。それから3年間、2人は交流を続けたんだよ。じゃあ、その結果どうなったの？1984年にポールはロサンゼルスに引っ越して、ギターインスティテュート・オブ・テクノロジー、GIT に入学したんだぜ。17歳の時点で、彼はすでに地元で伝説的な存在になっていたんだ。そんなに若いのに伝説って、どんな技術を持っていたの？特に彼の高速なオルタネイトピッキング技術がすごかったんだ。カバー曲のレパートリーも豊富で、その若さとテクニックが注目されていたんだぜ。なるほど、それで GIT に入った後はどうなったの？1985年に GIT の講師として雇われたんだよ。その後、すぐにバンド、レーサー X のデビューアルバム、ストリートリーサルを録音したんだ。彼のキャリアはその時点ですでに順調だったのね。レーサー X ってどんなバンドだったの？レーサー X は、ものすごいスピードで演奏するメタルバンドで、ポールのテクニックを存分に活かせるスタイルだったんだぜ。彼の演奏は、ファンや業界の人たちからも高く評価されていたんだ。ポールのスタイルはその時点で確立されていたのかしら？そうだな。彼の超高速のピッキングや正確なリフは、まさに彼の代名詞だぜ。若い頃からそのスタイルが確立されていて、彼のキャリアに大きな影響を与えたんだ。ポールの若い頃の努力が実を結んだってことね。ところで、彼が憧れていたギタリストって誰か知ってる？ランディ・ローズがその一人だぜ。実際、1982年に彼は、ランディ・ローズのギターセミナーに参加して、その後、ライブも2回見たんだよ。そうだったのね。彼の音楽キャリアに影響を与えたギタリストもたくさんいるのかしら？ああ、彼はイングベイ・マルムスティーンとも同じ時期に注目されていて、2人ともギター雑誌で取り上げられていたんだぜ。ギタープレイヤーとしての彼の成長は、他の偉大なギタリストたちの影響も大きかったのね。その通りだぜ。彼のキャリアはまさに才能と努力の結晶なんだ。ポール・ギルバートがレーサー X を始めたのはいつなの？1985年にロサンゼルスで結成されたんだ。メンバーは、ポール・ギルバート、ベーシストのフアン・アルデレテ、ドラマーのハリー・グショエッサー、ボーカリストのジェフ・マーティンだったぜ。結成当初からジューダス・プリーストに影響を受けたメタルサウンドを展開していたんだ。ジューダス・プリーストに影響された音楽スタイルだったのね。ポールのギター演奏も似た感じだったの？ああ、特にイングベイ・マルムスティーンを彷彿とさせる高速ソロとテクニカルなプレイが特徴的だったんだ。彼の早弾きはファンにとって衝撃的だったぜ。バンドメンバーに変更があったみたいだけど、詳しく教えて。1986年にグショエッサーがスコット・トラビスに交代したんだ。その後、ポールの GIT での生徒だったブルース・ブイエが2人目のギタリストとして加入したんだよ。生徒がバンドメンバーになるなんて珍しいわね。彼が加入した理由は？ブイエが、ポールのスキッピングストリング双方を見事にハーモナイズできたからだぜ。その技術がバンドの音楽性に新たな広がりをもたらしたんだ。バンドはどこでライブをしていたの？
主にカリフォルニアを中心にツアーしていて、1000人規模の会場を満員にすることもあったんだぜ。ファンは熱狂的だったけど、メジャーレーベルとの契約がなかなか決まらなかったんだ。それが理由でポールがバンドから離れたの？そうだな。1987年にベーシストのビリー・シーンに誘われて、新たなバンド、ミスター・ビッグを結成するためにレーサー X を離れたんだ。その後、レーサー X はどうなったの？1996年にミスター・ビッグが活動停止した後、ポールがレーサー X を再結成したんだ。メンバー全員が戻ってきたけど、ブルース VA は手首の症状でギターが弾けなかったんだ。それで新しいアルバムも作ったの？ああ、1999年にテクニカル・ディフィカルティーズをリリースして、日本でゴールドディスクを獲得するほどの人気を集めたんだ。その後、2000年にはスーパーヒーローズも発表したぜ。日本での人気が高まったのはいつなの？2001年にロサンゼルスのウィスキーアゴーゴーで行った13年ぶりのライブで一気に注目を浴びたんだよ。その模様は、スノーボール・オブ・ドゥームというライブアルバムと DVD でリリースされたんだ。その後もツアーは続いたの？そうだぜ。2002年には日本と台湾でツアーを行い、最後の公演ではライブ録音も行われたんだよ。ファンにはたまらないステージだったな。レコーディングも続いていたの？ああ、2002年には、ゲッティングヘビアーというアルバムをリリースしたんだ。でも、一部のファンにはポールのソロっぽい音楽だと感じられたみたいだぜ。それでも成功していたのね。ポールはレーサー X の活動を楽しんでいたの？そうだと思うぜ。レーサー X は彼のテクニックを存分に発揮できる場だったからな。バンドメンバーも素晴らしい技術を持っていて、音楽的に充実した活動を続けていたんだ。なるほど、ポールのギタープレイは今でも注目されているわけね。ミスター・ビッグってどんなバンドだったの？ポール・ギルバートはどう関わっていたの？1988年にベーシストのビリー・シーンがデイビッド・リー・ロスのバンドを脱退した後、ポールと一緒にミスター・ビッグを結成したんだ。他のメンバーにはドラマーのパット・トーピーとボーカリストのエリック・マーティンが加わったぜ。最初は日本で人気を博し、1991年のアルバム、Lean Into It で世界的な名声を得たんだ。有名な曲ってあったの？ああ、特にアコースティックバラード、To Be With You が有名だぜ。この曲はビルボード HOT100 で1位を獲得し、ラジオや MTV でも大ヒットしたんだよ。バンドはその後どうなったの？1996年に活動を停止した後、ポールはソロキャリアをスタートさせたんだ。再結成の際にはリッチー・コッツェンがギルバートの代わりに参加したが、2009年にはオリジナルメンバーで再び集まり、ワールドツアーを行ったんだぜ。それはファンにとって嬉しいニュースだったわね。再結成後に新しいアルバムは出したの？2010年には What If というアルバムをリリースして、ツアーも大成功だったんだ。その後もアルバムをリリースし続け、2014年には The Stories We Could Tell を発表したんだよ。でも、パット・トーピーの健康問題があったって聞いたけど？そうだな。パーキンソン病を患っていたんだ。ツアー中はマット・スターがドラムを担当し、トーピーはパーカッションやコーラスを務める形でバンドをサポートしていたんだ。パット・トーピーの最後のアルバムは2017年にリリースされた Defying Gravity が最後だぜ。このアルバムではトーピーとスターがドラムを分担していたんだよ。それから彼はどうなったの？残念ながら2018年にパーキンソン病の合併症で亡くなったんだ。最後の公演は2017年のウルフランホールで行われたぜ。彼の死後、バンドはどうしたの？2018年にカリフォルニアのアゴウラヒルズで追悼公演が行われ、多くのゲストが参加して、To Be With You を演奏したんだよ。その後、バンドは2019年のツアーが最後になる予定だと発表されたんだ。ポール・ギルバートは他のプロジェクトにも関わっていたの？ああ、いくつか面白いプロジェクトがあったんだ。例えば、ビートルズのカバーバンド、イエローマターカスタードや、レッド・ツェッペリンのトリビュートバンド、ハマー・オブ・ザ・ゴッツで演奏していたんだぜ。ビートルズのプロジェクトは2003年と2011年に活動し、曲名の由来は、I am the Walrus の歌詞から来ているんだ。
他にはどんなバンドに参加していたの？ラッシュのトリビュートバンド、シグナス&ザ・シーモンスターズにも参加していたし、ザ・フーのトリビュートバンド、アメイジング・ジャーニーにも関わったんだ。いずれのプロジェクトでも、ドリームシアターのマイク・ポートノイが共演していたことが多いんだよ。ポールはソロ活動も並行していたの？もちろんだぜ。特に2007年の初のインストゥルメンタルアルバム、Get Out of My Yardが注目を集めたんだ。そのツアーではブルース V と共演し、妻のエミもキーボードで参加していたんだよ。G3 ツアーにも参加したって聞いたけど、それってどんなツアーなの？ G3 ツアーはジョー・サトリアーニが主催するギタリストの祭典で、ポールは2007年にジョン・ペトルージやサトリアーニと共演したんだ。ギター好きにはたまらないイベントだぜ。その後の活動も気になるわ。新しいアルバムは出していたの？2010年には、ファズユニバース、2014年には、ストーンプッシングアップヒルマンといったアルバムをリリースしたんだ。どちらもインストゥルメンタル中心で、日本では特に人気が高かったぜ。それ以外の活動では、どんなことをしているの？最近では、オンライン音楽学校のアーティストワークスでロックギターのインストラクターをしているんだ。ポールは教えることにも情熱を持っていて、彼のスタイルや技術を学びたい人にはぴったりだぜ。ポール・ギルバートのギタースタイルってどんな影響を受けているの？彼は多くのギタリストから影響を受けているんだ。ランディ・ローズやエディ・バンヘイレン、イングベイ・マルムスティーン、トニー・アイオミ、高崎明など、メタル系のギタリストはもちろん、ロビン・トロワーやリッチー・ブラックモアみたいなクラシックロック系も好きだぜ。さらに、キッスやラモーンズのようなバンドも彼の音楽スタイルに影響を与えているんだ。幅広いジャンルに影響を受けているのね。子供の頃からギターに興味があったの？そうだな。彼の叔父であるジミ・キッドが子供の頃のポールにギターへの興味を植え付けたんだ。それに、ラッシュやトッド・ラングレン、チーク・トリック、ビートルズも大好きで、特にジョージ・ハリスンは彼のお気に入りギタリストの一人なんだぜ。ギターワールド誌で世界最速のギタリストの一人に選ばれたって聞いたわ。どんなテクニックが評価されているの？彼の早弾きや多彩なスタイル、そして正確なスタッカートピッキング技術が評価されているんだ。ピッキングとレガートを組み合わせた演奏も特徴的だぜ。最近はスタイルを変えているって聞いたけど？そうなんだ。昔はヘビーメタルの早弾きで有名だったけど、最近はブルースやメロディアスなアイデアに重きを置くようになってきたんだよ。ポール・ギルバートはギタリストとしてだけでなく、教育活動にも熱心だって聞いたわ。どんなことをしているの？ポールはギター雑誌、トータルギターで自分のコーナーを持っていたり、以前にはギタープレイヤー誌でギターテクニックを教える記事を書いていたんだ。GIT でも定期的に教えていて、日本の GIT では名誉学部長も務めているんだよ。それだけじゃなくて、彼は面白い教則ビデオでも有名よね。ああ、そうだ。彼の教則ビデオはユーモアがあって、例えばギターからウサギを取り出したり、ギターに高速具をつけたりしているんだ。彼は教えることをエンターテイメントに変えてしまうんだよ。それ以外にも、教えていた生徒は有名なギタリストもいるの？バケットヘッドやジョーイ・タフォラ、スティールパンサーのサッチェル、ミシェル・メルドラムといったギタリストたちも一時期彼の生徒だったんだ。なるほど、教えることが好きなんだね。それで、最近も何か新しい活動をしているの？そうだな。2012年には、オンラインロックギタースクールを開講し、ギタリストをオンラインで指導しているんだ。それと、ギターキャンプ、G4 エクスペリエンスにも参加して、ジョー・サトリアーニ、アンディ・ティモンズらと共演しているぜ。彼の教え方は変わっているけど、楽しそうね。ポール・ギルバートが使っているギターについて教えてくれる？彼のメインギターはアイバニーズのシグネチャーモデル、PGM シリーズだぜ。特徴的なのは、ギターに描かれた F ホールのペイントだ。初期モデルではロッキングトレモロシステムが搭載されていたけど、90年代初めにアームの使用をやめてからは固定ブリッジに改造されたんだよ。他にもギターを使っているの？ああ、ステッカーで飾られた D ノと呼ばれる RG750 や、彼自身がデザインしたファイヤーマンシリーズのギターもよく使うんだ。最近ではショートスケールのシグネチャーモデルも登場しているぜ。
ペダルやアクセサリーもこだわっているのかしら？最近では JHS ペダルと共同開発した PG14 というディストーションペダルをリリースしているし、長年にわたってアーミーボールの弦やダンロップのトーテックスピックも愛用しているんだ。特に薄いピックの音色やピックスクラッチが好きだと話しているぜ。ヘッドフォンにもこだわりがあるって聞いたけど？そうなんだ。ポールは耳鳴りや騒音による聴覚喪失を防ぐために、ダイレクトサウンドの EX29 という遮音ヘッドフォンを使っているんだよ。長年の大音量の演奏で耳を痛めてしまったから、その対策としてだぜ。プロならではの工夫が色々あるのね。ポール・ギルバートの私生活について教えてくれる？ポールは1993年から1998年までパトリシア・ギルバートと結婚していたんだ。その後、2005年にエミ・ギルバートと再婚して、ポートランドに住んでいるぜ。彼らには2014年に生まれた息子がいるんだよ。家族との生活が音楽に影響を与えたりするのかしら？そうだな、家庭の平穏が彼の音楽活動にも良い影響を与えていると思うぜ。今日はここまでだぜ。マリサ、色々と教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。